京都は単なる都市を超えて、時間の流れそのものが美学として昇華された空間です。794年に平安京として都を移して始まったこの地の歴史は、1200年以上続き、日本伝統文化の根幹であり、保存の現場となりました。この都市は平野の中心に位置し、東の鴨山、北の篠山、西の嵐山山麓が自然の境界を形成しており、古代中国の風水地理思想である四神相応に基づいて設計された理想的な都の形を備えています。北に山があり、東は清流を象徴する賀茂川が流れ、西は白虎を表す桂川が流れ、南には広い平野が広がっています。このような地形配置は単なる偶然ではなく、天地自然と人間の居住空間が調和を保つべきという哲学の実現でした。京都は戦乱と都市開発の波を耐え抜き、唯一原型をほとんどそのまま保った日本のことであり、その中心には1600を超える仏教寺院と神社、そして2000以上の墓地が存在します。これは都市自体が生と死、世俗と霊性が交差する多層的な空間であることを語っています。特に京都の寺院は宗教的機能を超えて、文化、芸術、哲学の集大成であり、日本庭園設計の性を示す舞台です。この都市の庭園は、なる自然の再現ではありません。日本庭園は間の哲学、つまり余白と静止、静止の中の動きを重視する美意識の上に築かれています。庭園は鑑賞の対象であり、見る者に時間の流れを感じさせ、心の静寂を呼び起こす道具です。京都の庭園は大きく3つの類型に分かれます。枯山水庭園、回遊式庭園、そして茶庭です。それぞれは使用目的と哲学的基盤が異なります。枯山水庭園は主に狭い空間で石と砂で構成された抽象的な風景を表現し、代表的な例として龍安寺の石庭があります。この庭園は15世紀末、室町時代の僧侶僧綾が設計したもので、15個の石材を7つのグループに分けて配置し、これを白砂で囲んでいます。15個の石の打ち度の角度から見てもすべての石を同時に見ることができないように構成されているのですが、これは人間認識の限界を象徴し、見えないものを想像させる美的戦略です。この庭園は一度に完全に理解されることはなく、長い時間をかけて眺め、心の状態を変化させなければ意味が明らかになります。一方、回遊式庭園は見る者が道に沿って歩きながら庭園の風景を徐々に体験するように設計されます。錦小路の東福寺寺内にある三山公園は、の類型の性を示します。この庭園は徳川幕府時代初期の17世紀に造成され、4つの庭園が山中腹に階段式に配置されています。各庭園はそれぞれ異なる季節と情緒を表現し、春には桜、夏には青い樹木、秋には紅葉、冬には雪景色が主となります。特に白虎園では白い砂の上に黒い砂利を配置して風に散る雲を描写しており、朱雀園は赤い葉が染まる広葉樹が中心となって情熱と生命の循環を示します。このように庭園は視覚要素を超えて時間の流れ、季節の変化、存在の一時性を主題に深い思索を誘導します。このような設計は単なる造形ではなく、仏教でいう無常の世界観を庭園という媒体を通して視覚化したものです。京都の庭園はただ美的体験のためにあるものではなく、日常のリズムの中で精神を整える修行の場です。特に茶文化と密接に結びついた茶庭は、美サビの美学を最も純粋に内包します。和美は静寂と素朴さ、サビは古びたものの中に隠れた美を意味します。室町時代の茶道の大谷村田寿公と暗黒寺流松庵の僧侶村田愛也、そしてその後継者千利休はこの哲学を庭園と茶空間に完成させました。銀閣寺の茶室東山殿は、の哲学の実現体と言えます。この茶室は15世紀末、足利義政が退職後に隠居所を作りながら造成された空間で、庭園と建物が一つの芸術作品のように調和しています。東山殿へ向かう道は狭く非対称であり、足元の石は不規則に配置されており、速度を緩め心を鎮めるように導きます。入り口は非常に低く誰も身体をかがめて入らなければなりません。これは自尊心を下ろし平等な存在として茶室に入るという意味を内包しています。庭園は茶霊の延長線として、人と自然、人と人との関係を再定義する空間です。茶庭は一般的に小さな池、石橋、水汲み施設、そして様々な植物で構成され、各要素は象徴的な意味を持ちます。例えば、水汲みの石は正常さと浄化を意味し、石橋は人生の転換点を象徴します。庭という言葉自体が日本語で庭園を意味するだけでなく、内側または内面の空間という意味を含んでいるように、
庭園は外部世界との境界であり内面の世界に入るもんでもあります。銀閣寺の庭園は特に海を象徴する広い池とその中央に位置する島、そして船形の石を通して理想的な世界蓬莱山を表現しています。蓬莱山は仏教と道教で永遠の若さと平和が宿る理想郷として、人間が到達できないけれど常に向かうべき目標を象徴します。このように庭園は現実と理想、現在と永遠の間の橋の役割をします。また、庭園は光と影の変化を通した時間の流れを精巧に補足します。庭園を取り囲む建物の縁側は庭園に向けて開かれ、床は滑らかな木材で仕上げられて庭園の反射像を映すことができるように設計されました。朝には陽光が庭園の東端に沿ってシルエットを作り、正午には樹木と石の影が庭園床に複雑なパターンを垂らし、夕暮れには赤く染まる点が池に映ります。このような変化は庭園を静止的な空間ではなく、時間とともに呼吸する有機体にします。茶道の境地に達した者は、このような光の変化を通して心の変化を読み取り、茶器の色、水の温度、茶の香りと絡み合って瞬間の完全さを経験します。すべては一期一会の精神とつながり、庭園はその精神を視覚的、空間的に実現する装置となります。京都の寺院は庭園以外にも建築、絵画、書道、仏像彫刻など様々な芸術形式が融合された総合芸術空間です。金閣寺は足利義政の父である足利義満が14世紀末に建てた別荘であり、その後僧侶の修行場所に変わります。この建物は3つの層で構成され、各層はそれぞれ異なる建築スタイルを反映します。最下層は書院造りスタイルで、気品を接待する空間として使用され、中央に庭園を見渡す縁側があります。第2層は武家造りスタイルで、武士階級の居住空間を反映し、第3層は禅宗建築スタイルで、仏教寺院の廟所を想起させ、中には観音菩薩像が祀られています。全体外観は金箔で覆われており池に映った姿がまるで夢の中の宮殿のように見えます。金箔は単なる華麗さを超え、人間世界と神聖な世界の接点を象徴します。一方、清水寺は木造建築の驚くべき技術を示します。この寺院は778年に創建され、現在の主要建物は1633年に再建されたものです。特に舞台と呼ばれる舞台は高さ13メートルの三斜面の上に建てられ、139個の柱で支えられています。この舞台は木組み技術のみを使用して鉄管一つなく建てられ、当時の木工が地形を分析し構造の均衡を精巧に計算したことを示します。舞台から眺める全景は四季それぞれ異なり、春には桜、秋には紅葉が寺院を取り囲みまるで自然自体が寺院の一部のような感覚を与えます。これは日本美学で自然と人間の境界が曖昧であるべきという原則の実現です。清水寺の名前は寺院近くにある音羽の滝から由来し、この滝の三筋の水はそれぞれ長寿、学業成就、恋愛成就を象徴します。人々はこの水を飲むために列を作り、これは精神的浄化を追求する行動として解釈できます。また、京都の寺院は宗教儀式以外にも教育、社会福祉、芸術支援の中心地でした。東福寺は13世紀に設立された後、禅僧の修行空間であり、仏教筆者と出版の中心地として発展しました。寺院内には大規模な書庫があり、手書きの仏教と古書が数千冊保管されていました。特に、この寺院は日本最初に木版印刷技術を導入して仏教を大量複製するのに貢献しました。このような活動は宗教的な次元を超え、知識の保存と伝播という文化的使命を遂行したものです。寺院は単なる信仰の場所ではなく、文明の要塞であり、庭園はその中で精神を澄ませ思索にふける空間として機能しました。京都の庭園哲学は、今日まで日本人の生活様式と美的感覚に深く染み込んでいます。都市の現代建築物でも庭園の原理は見られます。例えば、東京のホテルロビーに設置されたミニマルな石庭は、京都の龍安寺庭園からインスピレーションを受け、忙しい都市生活の中で一時立ち止まり息を整える空間として機能します。日本の住宅設計でも間の概念が反映され、小さな中庭や室内庭園が頻繁に登場します。これは自然とのつながりを断たない意図であり、庭園を単なる装飾ではなく生活の一部として受け入れる態度の表現です。また、京都の庭園は世界的にも高い評価を受けています。1994年、ユネスコは京都の歴史的寺院と庭園を含む17の遺産を古都京都の文化遺産として登録し、その普遍的価値を認めました。この登録は単なる建築物の保存ではなく、庭園設計哲学、宗教思想、自然観、
芸術表現が一つに融合された文化的総体としての価値を高く評価したものです。京都の庭園はただ日本のものではなく、人類が自然と共存する方法に対する一つの回答を提示しています。結局、京都の庭園は時間を歩く体験を提供します。一歩一歩が季節と季節の間を渡り歩き、石と砂、水と木は言葉なく哲学を伝えます。この都市は1000年以上の時間を通して人間が自然とどう調和しながら生きられるかを示す生きている記録であり、その中心には庭園という形で実現された深い思索が位置しています。京都を歩くことは単なる旅行ではなく、心の地形図を再び描くことです。京都は日本の文化的中心地であり、1000年以上続いた伝統の宝庫です。この都市は単なる都市を超えて、時間と空間が混ざった精神的風景として存在します。794年に平安京として都が定められた以後、京都は日本歴史の中心から常に芸術、宗教、哲学の発見地を自認しました。この時期は日本固有の美学が本格的に形成され始めた時期でもあります。宮廷文化が花開いた平安時代を経て、自然と人間の調和を重視する思考が深く根を下ろし、これは後世の庭園設計哲学に決定的な影響を与えました。京都の寺院と庭園は単なる休息空間ではなく、哲学的思惟と神聖な儀礼、そして日常の境界を曖昧にする空間として機能してきました。この都市の地形は庭園設計に大きな役割をしました。北には比叡山がそびえ立ち、東には東山、西には嵐山の鬱蒼たる山林が取り囲み、都市自体が自然の中に位置したような感覚を与えます。このような地形条件は、借景流と呼ばれる庭園設計技法の発展を可能にしました。この技法は庭園外の遠い山や自然景観を庭園の一部のように見えるように構成することで、人工と自然の境界を曖昧にすることに焦点を置きます。龍安寺の石庭はこの思考の極端な表現として、壁越しの山瀬と天の変化を庭園の一部に引き入れ、観察者に無限の空間を想像させます。京都の庭園は大きく3つの類型に分かれます。池泉庭園、枯山水庭園、そして散策庭園です。それぞれは特定の宗教的背景と哲学的メッセージを内包しています。例えば、枯山水庭園は主に禅宗寺院で発展したもので、これは座禅修行と悟りのための視覚的象徴として機能します。庭園を眺める行為自体が瞑想の一部となり、石と砂の配置は山、川、海を象徴する同時に、宇宙の根本原理を暗示します。龍安寺の庭園は15世紀末に造成されたものと知られており、15個の石が75メートル長さの白砂の上に配置されています。しかしこの石はどの角度から見てもすべて同時に見えないように意図された配置で、人間の認識の限界と存在の不完全性を想起させます。京都の寺院たちは、このような庭園設計を通して宗教的メッセージを伝えるだけでなく、宮廷貴族と武士階級、僧侶たちの間の複雑な社会的ネットワークを反映することもあります。寺院は単なる宗教施設ではなく、政治的折衝の場であり芸術支援の中心でした。苔寺、つまり六恩寺の金色を宿す塔は足利義満によって建立され、これは武士政権が宮廷文化を継承しようとする意思を象徴します。金色は単なる華麗さを超え、仏教的下脱の象徴として解釈されることもあります。一方、六恩寺の庭園は伝統的な池泉庭園様式に従い、人工池を中心に樹木と橋、島々が調和をなしています。この庭園は春の桜、夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪景色をすべて考慮して設計されており、四季を一つの時間的流れとして統合することに成功しています。庭園設計の裏側には精密な計画と数学的均衡が一致しています。日本庭園の美学は対象を追求するよりも、不均衡の中の調和、つまり不均衡を重視します。これは自然が完璧な対象をなさないという事実から由来した哲学です。庭園の各要素は特定の意味を持ち、例えば石は精神の固定点、樹木は生命の継続性、水は時間の流れを象徴します。このような象徴性は単なる装飾ではなく、観察者が自然を通して哲学的考察に至るように導く装置です。塀の高さや橋の位置、眺望の角度まで全ての要素が意図的に配置され、これは庭園を一つの立体的ストーリーテリング装置にします。京都の庭園文化は単なる造形を超えて、日本人の世界観を反映する媒体として機能してきました。その中心には、わさびの美学が一致しています。この概念は完璧さではなく、時間が流れて生じる痕跡、褪せた色、裂け目、苔むした石を美として受け入れる態度を意味します。錆は不完全さと一時性に対する尊重であり、
詫びは素朴さと節制を意味します。この美学は15世紀室町時代の茶道文化と深く結びついており、茶室周囲の庭園は、の情緒を具現する典型的場所になりました。銀閣寺、つまり高台寺で見られる高月台は砂で作られた半円形の構造で、月に向けて祈る空間として設計されました。この場所は水がないにもかかわらず、砂の上に水平線を想起させる線を引く方式で想像の水を想像します。これは観察者の想像力を刺激することで、視覚的感性よりも内面的体験を優先する美学の性を示します。高台寺の庭園は2つに分かれます。一つは伝統的な散策庭園で、樹木と石、人工池が調和をなし季節の変化を鑑賞できるように設計されています。もう一つは有名な銀座灘、つまり銀色の砂丘で、これは日本で最も古い枯山水庭園の一つとされています。この庭園は区形の白砂の上に砂を山のように積み上げた構造で、遠くから見ると海に浮かぶ島を想起させます。しかしこの庭園は単なる視覚的美のためにあるものではなく、月光の下でその形がどう現れるかを考慮して設計されました。夜になると月光が砂の上に照らされ、影が長く垂れてまるで海が揺れるような効果を起こします。これは庭園が時間と光の変化に従って継続的に変貌することを前提とする点で、静止的な空間ではない動的な体験場所であることを示します。庭園の維持管理も重要な哲学的活動です。京都の寺院庭園は単なる造園家が管理するものではなく、僧侶たちが直接樹木を整え、苔を育て、砂を均等に描く日常的な修行の一部とされます。この作業は単なる整理ではなく、心を整え現在に集中する瞑想の延長線です。例えば、苔寺は苔の寺院と呼ばれ、全体敷地の 85% 以上が苔に覆われています。ここには120種以上の苔が生え、それぞれの苔は湿度、光の量、風の方向に従って異なる成長パターンを示します。苔庭園は水が流れないにもかかわらず、その色の深さと質感の変化を通して生命の流れを感じさせます。このような自然の自生的流れを妨げないながら、人間がその中に調和的に介入する方式は日本庭園哲学の核心です。また庭園内の経路設計は単なる動線ではなく、哲学的旅を象徴します。散策路は直線ではなく、曲線の形で作られており、これは人生の不確実性と迂回する生き方の知恵を想起させます。橋一つを渡る瞬間も意図された瞬間です。橋は水を渡る物理的工具だけでなく、世俗と聖なる世界、過去と現在をつなぐ象徴的装置です。六恩寺の報道池を取り囲む散策路は観覧車が徐々に中心部に近づくように設計され、各ポイントでの眺望は異なる構成されています。最初は全体庭園が視野に入らず、特定角度で初めて池と塔、反射が完全な調和をなす場面が現れます。これは人間が真理を一瞬で把握できないこと、時間と観察の深さを通して徐々に近づくべきという仏教マと C と一致します。京都の庭園は時間の流れを停止させるものではなく、その流れを視覚化する装置です。これは日本の季節意識と深くつながっています。日本人は遠くから自然の変化を細心に観察し、桜が咲く時期、梅雨の始まり、初雪の日までを一つの文化的リズムとしました。京都の庭園は、のような季節的リズムを視覚的に表すように設計されています。秋になると当時の紅葉は赤い波をなし、庭園全体が炎のように燃えるような印象を与えます。一方、春になると二条城の桜が華やかに咲き、天に向けて伸びた枝が白い花で覆われます。このような季節的変化は庭園設計当時から予測されて反映された要素です。樹木の成長速度、影が落ちる方向、風に揺れる枝の動きまで計画の一部であり、これは数十年にわたって庭園がどう進化するかを考慮した長期的ビジョンの産物です。庭園内の植物選択も徹底した象徴性と機能性に基づきます。松は節と長寿を、竹は簡潔さと弾力を、桜は人生の儚さを象徴します。特に境若宮神社近くの庭園では桜の木が水辺によって植えられており、花が咲くと影が水に移り実と虚像の境界を曖昧にします。これは日本文学で頻繁に登場する浮世の情緒、現世の儚さと美を視覚的に表現したものです。庭園は旗音響の空間でもあります。水が石にぶつかる音、風が竹の葉の間をする音、鳥のさえずりはすべて庭園体験の核心要素で、視覚だけでなく聴覚を通した感覚的没入を助けます。金剛宮寺の庭園では人工幕府と貝殻で作った水受けが設置されており、水が落ちるときに水系と呼ばれる澄んだ音が鳴ります。この音は修行中の僧侶の心を澄ませ、
外部世界の雑音を遮断する役割をします。このような音の庭園は、大の騒音からの脱出ではなく、自然の音を意図的に強調することで人間の認識を再調整しようとする試みです。京都の庭園は、大に至ってもその本質を失わず、伝統を継承しながら新しい解釈を受け入れています。現代作家たちは古典的な庭園原理に基づきながら、コンクリート、鉄材、照明などの現代材料を活用して新しい形の庭園を提案しています。しかしこのような実験的な試みも自然と人間の調和、静止したような動き、沈黙の中のメッセージのような古典的哲学を裏切らないものです。京都の庭園は単なる観光地ではなく、日本美学の生きている教本であり、時間を超越した哲学的対話の場です。京都は単なる都市ではありません。それは時間の流れを逆らい日本精神の深い根を表す文化的中心です。794年に平安京として建設された以後、京都は約1000年以上日本の首都として政治、文化、宗教の中心地として存在しました。この都市は中国長安をモデルとした格子状都市構造を採用し、象徴性と機能性を同時に実現しました。都市の北端には皇宮が位置して天とのつながりを象徴し、南北に伸びる主軸朱雀王子を通して権力と儀式の流れが組織的に設計されました。この構造は単なる都市計画を超え、宇宙観と自然との調和を反映した日本固有の思考方式を表します。京都は戦争と自然災害の中でも大部分の歴史遺産を保存してきて、特に第二次世界大戦当時の爆撃を避けたため、今日でも静かな通りと閑静な寺院が調和をなしながら存在しています。この都市は時間が止まったような外観を持つが、その内部には絶えず流れる伝統の脈があります。このような京都のアイデンティティは寺院と庭園の設計哲学の中に明確に現れます。寺院は単なる宗教施設ではなく、人間と自然、宇宙の間の関係を再現する空間です。特に庭園は、本美学の性を集約した芸術作品で、物理的形態を超えて精神的次元を刺激します。日本庭園は大きく石、砂、植物、水で構成され、各要素は固有の哲学的意味を持ちます。石は普遍と永遠を、砂は水の象徴として生命の流れを、植物は季節の循環を、水は浄化と交流を意味します。これらの要素は、善を縮小して再現する縮小された自然の概念に基づき、観覧者が自らその意味を解釈し考察するように導きます。庭園はただ見る対象ではなく、歩きながら、座って、呼吸しながら体験する空間です。特に回遊式庭園は散策路に沿って段階的に風景が現れ、視点の変化を通して様々な視覚的眺望と感情の流れを導きます。このような庭園設計は、哲学的基礎である禅思想と深くつながっています。禅は言語を超越した直感的悟りを重視し、これは庭園の簡潔さと余白の美から現れます。庭園は言葉ではなく沈黙で対話し、この余白は観覧者の内面を映す鏡になります。例えば、龍安寺の白砂庭園は15個の石を7つの列に配列し、これを囲む白砂の上に水平の線を刻みます。この庭園は伊豆がないにもかかわらず、海と島を想起させ無限の想像を刺激します。このように京都の庭園は見えないものを見せ、言わないものを感じさせる哲学的装置として機能します。このような設計は単なる視覚的美を超えて、人間の存在と自然、そして宇宙に対する考察を誘導する場としての役割をします。京都の代表的な寺院の一つ金閣寺は、日本美学の性を物理的に実現した事例です。元は室町時代の政治指導者足利義満が建てた別荘であったが、彼の守護寺院に改築され現在に至ります。この建物は3つの層で構成され、各層はそれぞれ異なる建築スタイルを反映します。一層は平安時代の貴族間と美観を反映した書院造りスタイルで、天然材料と柔らかな曲線が特徴です。二層は室町時代の武士階級の美学を反映した武家造りスタイルで、重い柱と堅固な構造が力を象徴します。三層は禅寺院のスタイルで、軽い構造と開放された設計が精神的下脱を象徴します。三つの層はそれぞれ異なる時代と階級の美学を修練し、日本文化の多層性を視覚的に表します。金閣寺の最も印象的な要素は、湖上に映る黄金色の建物の反射です。この反射は単なる視覚的効果を超えて、実体と幻影、物質と精神の境界を曖昧にする哲学的装置として作用します。建物全体は金箔で覆われており太陽光を受けて反射し、周囲の森、天、水と融合して一つの調和した風景を成します。この庭園は配置式庭園の典型で、
特定地点から眺めることを前提に設計されています。つまり、観覧車は定められた位置からだけ全体風景を完全に体験でき、これは日本美学で完結性と完成された調和を重視する態度を反映します。また、庭園には人工的な島と橋、石配置が自然に調和をなし、実際の自然を再現するよりも理想的な自然を抽象的に表現します。もう一つの重要な寺院銀閣寺は、金閣寺と対照的な美学を持ちます。銀閣寺は音踊寺足利義政が建てようとした銀箔で覆われた建物であったが、建設が完成せず彼の死で中断されました。にもかかわらずこの場所は、日本美学の重要な転換点を象徴します。金閣寺が華麗さと権威を表すなら、銀閣寺は素朴さと内面の考察を重視します。ここは室町時代のわびさび美観が本格的に形成された空間で、不完全さ、素朴さ、時間の流れが作り出した自然な損傷を美として昇華させる哲学を反映します。銀閣寺の東山は砂の上に2つの円錐形構造を作りましたが、一つは砂で積んだ山であり、もう一つは砂利で作った月を象徴します。これは物理的に非常に単純な構成ですが、全思想でいう二元性、生命と死、存在と非存在、動きと静止を象徴します。このような庭園は観覧車の歩みに沿って徐々に意味を表します。最初は単なる境に見えますが、時間が経ち視線を固定すると、それが自然の一部のように感じられ、まるで風が砂を形成したような印象を与えます。このように銀閣寺の庭園は人間の介入を最小化しながら、その介入の痕跡が自然に染み込むように設計されました。これは日本庭園設計の核心原則の一つで、自然を操作するのではなく、自然の流れの中に人間の意図を密かに溶かし込む方式です。龍安寺の石庭は、日本庭園の中で最も哲学的深さのある事例と評価されます。この庭園は15世紀後半に造成され、15個の石を5つのグループに分けて配置し、これを囲む平坦な白砂の上に一定間隔で線を引きました。この庭園の最も独特な点は、どの位置から眺めても、すべての石を同時に見ることができない点です。つまり、視点が変わると一部の石は隠れ、他の石が強調されます。これは単なる視覚的装置ではなく、人間認識の限界と視点の相対性を象徴します。全思想でいうすべては変わるという C と結合し、固定された真理がないことを視覚的に表現します。庭園は石と砂以外に植物も、水も、色彩もほとんどありません。この極度の単純さは余白の美を最大化し、観覧車の内面を空にして考察するように導きます。この庭園は枯山水庭園の典型です。水がないにもかかわらず、砂の水平線は波を、石は島を、周囲の壁は山脈を想起させます。これは自然を再現するのではなく、自然の本質を抽象化して人間の心の中に描かれるように導く戦略です。観覧車は庭に座っている正面から庭園を眺めながら、自身の内面と向き合います。この庭園はの解釈も強要しないが、その沈黙の中で誰も自分だけの意味を探します。龍安寺の庭園設計には、徹底的な数学的計算が含まれています。石の位置は黄金比率、対称と非対称の調和、視覚的均衡を考慮して配置されました。しかしこのような計算は意図的に現れず、まるで自然に置かれたように見えるように設計されました。これは日本美学で技巧を隠す技巧を重視する態度と一致します。庭園は見せびらかすよりも感じさせることを目標とし、その設計は人間の感情と認識の流れを精巧に調律します。例えば、庭園の端には低い透過性壁があり、この壁は外部の混乱を遮断しながら、天と雲の変化を反射することで庭園の空間を拡張します。また龍安寺庭園は、節と時間に従って異なる感じを与えます。春には周囲の桜が庭園の沈黙と対照し、秋にはこの葉の色変化が庭園の静寂をさらに強調します。しかし庭園自体は、節の変化から離れて永遠のような感じを与えます。これは人間の人生は変わるが、真理は変わらないという哲学を想起させます。庭園は観覧車の存在を前提としながら、その観覧車も自然の一部に編入するような包容力を持ちます。大徳寺のような禅寺院は、京都の庭園文化でもう一つの次元を提示します。この寺は禅僧の修行中心地として、数多くの塔頭で構成され、各塔頭は固有の庭園を持ちます。その中でも臨済寺の庭園は、水の庭園として有名です。この庭園は池を中心にし、石橋、島、魚、睡蓮、足などが調和をなし、自然的生態系を模倣します。水は庭園の中心であり、その流れは時間の流れと生命の循環を象徴します。
この庭園は回遊式庭園の典型で、散策路に沿って歩きながら様々な角度から風景が現れます。特にこの庭園は、隠し技法を使用します。これは特定の視点からだけ完全な風景が現れるように設計する技法で、観覧者が歩きを移す時ごとに新しい眺望が広がり、全体を一目で把握できないようにします。これは日本庭園設計の革新哲学の一つで、経験の前進性と発見の喜びを重視します。庭園は単なる視覚的対象ではなく、時間と空間を渡る叙事的旅です。京都の庭園は、なる緑地空間ではありません。それは数百年にわたる哲学的詩、宗教的実践、芸術的実験が集約された文化的遺産です。この庭園たちは自然と人間、時間と空間、実体と非実体の境界を曖昧にし、見る者に自身と世界の関係を再び考えるようにさせます。京都を歩くことは単なる観光ではなく、千年の時間に沿って歩く精神的旅です。その道の上で私たちは日本美学の性、詩意の深さ、感覚の生成、存在の本質を経験します。京都は単なる都市ではありません。それは時間が庭園のように磨き上げた一つの哲学的風景であり、日本美学の性を最も生成された形で内包する存在です。794年に平安京として都を移しながら始まったこの都市の旅は、単なる政治的決定を超え文化と精神性の中心地を新しく築く巨大な意志の表現でした。この選択はただ地理的移動ではなく、自然と人間の調和、優雅さと節制の美を追求する日本精神の礎を置いたものです。京都は山瀬に囲まれた盆地地形を活用し、中国の天下観を参照しながら独自の都市構造を構築しました。乗房式配置は、魔式グリッドとは異なり、自然の流れを逆らわず秩序を内包した設計哲学を反映します。特に東西に長い区形の都市レイアウトは、東アジアの伝統都城設計原則に従いながら、木瀬馬と山瀬と川を都市の一部に編入することで自然との断絶なく調和をなしました。このような都市設計は単なる空間配置を超えて、思考方式と世界認識の表現でした。京都の中心郊宮は北端に位置し、残りの都市が南に広がる構造は天とのつながりを象徴し、権力の源泉が天上にあることを示唆します。この構造は単なる権力の象徴を超え、人間社会が自然と宇宙秩序の中で位置づけなければならない東アジア的世界観を反映します。都市の中の主要幹線三条通りは東西に4。京都の空間構造は宗教と芸術の有機的結合を可能にしました。都市隅々に位置する寺院と神社は単なる宗教施設ではなく、共同体の情緒的中心であり美的体験の場でした。特に1600を超える寺院と神社は都市の物理的景観を形成するだけでなく、住民の日常に自然に染み込んだ存在でした。これらは都市の各区域を精神的区域に分割し、空間に意味を与える役割をしました。例えば、清水寺は東山城に建てられ京都市街地を眺めることができる位置にあるが、同時に水の浄化と治癒の象徴として多くの人が訪れました。この寺院の木造構造は精巧な木組み技術を使用して、釘一つなく建築されたことで有名です。この技術は単なる工学魔と成果を超え、自然素材に対する尊重と時間に対する忍耐心を反映します。このような寺院たちは単なる建築物ではなく、哲学的詩意の産物でした。特に庭園は寺院とともに日本美学の革新媒体として発展しました。京都の庭園はただ美しい風景を提供することを超えて、鑑賞と瞑想の道具でした。庭園は自然を縮小して再現するのではなく、自然の本質を抽出し解釈する作業でした。例えば、栗林園のような地泉庭園は水、石、木の配置を通して河川の流れ、山の機運、季節の移動を暗示します。観覧者はただ視覚的に美しい場面を見るのではなく、庭園の構成要素を通して宇宙のリズムを体化します。これは日本伝統美学でいう間の重要性を反映します。余白、静止、沈黙が逆に意味を生成する思考方式です。京都の庭園設計は宗教的背景と深くつながっています。禅宗仏教は言葉で説明できない真理を直感的に体験することを重視し、これは庭園という媒体を通して実現されました。霊山寺天龍寺の庭園は、の代表的な事例です。この庭園は、日本最初の文化遺産として登録された場所で、単なる視覚的美を超えて哲学的次元の空間を創造します。庭園の中心は池ですが、この池は単なる水の存在ではなく、心の静寂を比します。周囲の岩は山脈を、砂利は川筋を、木は森を象徴しますが、すべての要素は実際の自然を模倣するよりも、
その本質を眼蓄的に表します。このように京都の庭園はこの世界を受け入れ、その中で平穏を探す仏教的世界観を空間化したものです。栗林園は京都庭園設計の頂点の一つで、14世紀に造成された以来日本庭園の原型を示す重要な事例です。この庭園は2つの池で構成され、それぞれの池は異なる哲学的意味を持ちます。東の池は自然風景を模倣した回遊式庭園で、散策しながら様々な角度から風景を鑑賞できるように設計されました。一方西の池は見る角度が制限された眺望式庭園で、特定地点からだけ完全な調和を感じられます。この区分は単なる視覚的差異を超え、観覧者の態度と視点に従って真理に接近する方式が変わるという哲学的メッセージを内包します。自然の中を歩く方式と一つの場所に座って黙想する方式、この二つはそれぞれ異なる悟りを導きます。庭園内で岩の配置は単なる装飾ではありません。各岩は特定の役割と意味を与えられ、日本伝統で岩は永遠性と不変を象徴します。特に栗林園の主要岩は千人の岩と呼ばれ、不老長寿と魂の浄化を象徴します。この岩は水上に浮いているような位置に配置され、現実と超現実の境界を曖昧にします。水は岩の下に染み込み音を作り、この音は庭園の静寂を破るのではなく、逆にその静寂をさらに強調します。これは日本美学の核心概念わびさびと深くつながります。わびは素朴さと節制を、さびは時間の流れの中で生じる美、古美、乱れ、変形を意味します。栗林園の庭園は長い歳月風雨に立ち向かいながら表面が荒くなった岩と、木の影が徐々に深くなる樹林を通してこの美学を生々しく表現します。また、庭園の水路は単なる水流ではなく、生命の流れを象徴します。水は東から始まり西に流れ、この流れは時間の流れとつながります。日本伝統思想で水は変化を、しかし同時に粘りを象徴します。庭園の水流は直線ではなく曲線で流れ、これは人生の曲折とも重なります。観覧者はこの水流に沿って歩く間、自身の人生の軌跡を振り返ります。このように京都の庭園は鑑賞する対象ではなく、身体で体験する哲学的装置でした。庭園内の茶室は、のような体験の頂点を成します。茶道は単なる茶飲みの儀式ではなく、瞬間の完全さを追求する修行です。一期一会、つまり一度だけの出会いという精神は、庭園での体験ともつながっています。毎回変わりうる照明、風、音、すべての要素が庭園を瞬間瞬間に新しくし、観覧者に今この瞬間の大切さを喚起します。寺院と庭園の関係は単なる付属ではなく、相互補完的な存在でした。寺院は神聖な空間ですが、その周囲の庭園はその神聖さを自然に日常に引き出す媒体でした。例えば、金閣寺は湖に映る黄金色の建物で有名ですが、その周囲の庭園はこの華麗さを金光的に支えます。庭園は建物の華麗さを引き立てながら、過度な装飾性を緩める役割をします。特に、庭園の樹木は季節に従って色を変え、金閣寺の永久間とイメージと対比される有限さを想起させます。春の淡い桜、夏の濃い緑、秋の赤い紅葉、冬の雪景色、この変化は黄金色の建物の固定的美をさらに深くします。これは仏教的教え、つまり全ては無常であるという真理を視覚的に再現したものです。銀閣寺は、銀閣寺と対照的な美を持ちます。黄金色ではなく、木本区の色を維持したこの建物はわびさび美学の実践体と言えます。周囲庭園は造山塔が、つまり山と川を造形的に再現する方式で設計され、特に銀座灘と銀砂壇は象徴的意味が大きいです。銀砂壇は月光の下で銀色に光るように設計された砂丘で、実際の月が浮いているように見えます。これは現実と幻想の境界を曖昧にし、観覧者に本質と表面の差異を悩ませます。庭園はただ自然の再現ではなく、認識の場でもあります。銀閣寺の庭園は特に禅宗思想とつながり、言葉では説明できない真理を視覚と感覚を通して伝えようとする試みの産物です。このような庭園設計哲学は時間が流れて現代に至っても、京都の都市アイデンティティを支える核心要素として作用しています。都市の保存政策は単なる遺産保護を超え、伝統的な空間哲学を現在につなげようとする努力です。例えば、京都の多くの地域では高層建物の建築が制限されており、大和寺院の眺望が長い歳月そのまま維持されています。これは単なる美観保存ではなく、都市全体を一つの巨大な庭園として認識し、その内部のすべての要素が調和をなすべきという思考の表現です。
また、庭園は依然定期的に手入れされ、この管理は単なる維持補修ではなく、伝統技術の継承と精神的実践の連続です。木の枝を整えること、砂を鳴らすこと、水流を整備すること、すべての行為は庭園を生きている存在と見る日本の世界観を反映します。京都の庭園は時間の流れをただ記録するのではなく、その流れ自体を設計要素に含みます。これはヨーロッパの庭園との根本的な採点です。ヨーロッパの庭園、特にフランス式庭園は人間が自然を征服し制御する理想を表現します。対象、幾何学的形態、精密な手入れ、すべては人間の理性と秩序を象徴します。一方京都の庭園は、善が自ら変化し成長する過程を尊重し、人間はその流れに調和を合わせる存在として登場します。例えば、大徳寺の高松安中庭は白砂庭園で有名ですが、この庭園は15個の岩を一定間隔なく配列した後、白い砂利で囲んでいます。この岩はどの角度から見ても2つ以上は隠れて見えるため、全体を一目で把握できません。これは仏教的思想部分と全体の不可分性を象徴し、人間の認識が常に制限されていることを想起させます。この庭園はただ見る対象ではなく、観覧者の内面を映す鏡です。観覧者が庭園を眺めるとき、その庭園は彼の心の状態を表します。静寂な心で見ると庭園も静寂に見え、不安な心で見るとその庭園も混乱に感じます。このように京都の庭園は視覚の境界を曖昧にし、空間を通した自己認識の手段になります。庭園の均一に描く砂利は単なる美的選択ではなく、毎朝修行者が丹念に手入れする儀式の一部です。この行為は精神を澄ませ、心を整える修行とされます。砂利状の模様はいつも同じではなく、風、雨、人の足跡に従って変えます。しかし修行者は毎日その砂利を再び均一に描くことで、無常の中での一貫性を維持しようとする努力を示します。庭園の植物選択も哲学的考慮の結果です。桜の木は春の有限さを、紅葉の木は秋の転換を、松の木は冬の中の強靭さを象徴します。特に松は日本で長寿と忍耐の象徴として、庭園の中心に頻繁に植えられます。しかしこの松は、善そのままに成長しないです。数十年にわたって段階的に枝を整え、形態を誘導することで自然な人工性を創造します。これは人間が自然に介入しながら、その本質を害しないように慎重に均衡を保つ態度を示します。このような木整え技術は庭木と呼ばれ、単なる園芸技術ではなく、時間と生命に対する哲学的態度の表現です。現代に入って京都の庭園は新しい意味を与えられています。観光客はただ美しい場面を写真に残すことを超えて、その空間での体験を通して現代社会の速さと過剰から逃れる停止の瞬間を探します。これは京都が単なる観光地ではなく、現代人の情緒的回復のための場として機能します。庭園は都市の騒音と混雑の中でも静寂を提供し、人に自らと再びつながるようにさせます。このように京都の庭園は過去の遺産ではなく、現在の生活を考察させる生きている哲学的空間です。京都は単なる都市ではありません。それは時間が庭園のように磨き上げられた空間であり、千年にわたって日本精神の最も深い層を表す文化的マトリックスです。ここは794年に平安京として都が移され始めた歴史の中心地で、その後約1000年間日本の政治と文化、宗教の心臓でした。この都市は一度も戦国時代の戦乱の中で完全に破壊されず、明治維新以後東京へ遷都が行われたにもかかわらず、伝統の保存と継承という固有の役割を継続しました。京都は日本人にアイデンティティの原点とされ、その都市の構造自体が自然と人間、時間と空間の調和を追求する美学の産物です。都市の配置は中国の都の城を模倣した格子状道路網に従い、これは唐の長安を参照したと知られています。しかし京都は単なる模倣を超え、日本固有の地理的特性と精神世界を反映して進化しました。北に北山山麓が位置し、東は東山山地、西は西山山麓で囲まれ、鴨川と河野川が都市を貫通します。このような地形は単なる自然条件を超えて、庭園設計だけでなく都市全体の機運の流れ、つまり風水的思考とつながります。京都の寺院と庭園はこのような地形の上に建てられ、それぞれの位置は偶然ではなく長い計画と哲学的考慮の結果です。特に東山文化は15世紀に足利義政によって主導され、日本伝統美学の重要な転換点を準備しました。彼は金閣寺を模倣して金色を出す建物ではなく、素朴で生成された空間銀閣寺を作りました。
銀閣寺は未完成のまま残されましたが、その未完の状態もわびさびの精神を具現する要素として受け入れられました。これは華麗さよりも素朴さを、完全さよりも時間の痕跡を重視する美意識の拡張を意味します。この時期に茶道、華道、南画、絵画など様々な芸術が生成され、庭園はそのすべての芸術の集約された表現形態になりました。京都の庭園は、なる景観造成空間ではありません。それは哲学を表す道具であり、悟りに向かう道を提示する視覚的修行です。特に枯山水庭園は石、砂、砂利でなる平面の上に宇宙を縮小して表現します。京都の龍安寺庭園は代表的な例で、15個の石が配置されているが、どの角度から見ても14個までしか同時に見えません。これは人間が完全を同時に認識できないことを象徴し、仏教的世界観と深くつながります。このような庭園は観覧のためにあるのではなく、その前に座って考察するように設計された空間です。水がないにも水の流れを感じさせ、木がないにも山の規制を内包します。これは日本庭園の核心原理、つまり所有しないことによる完全な表現を示します。京都には、9600余りの仏教寺院と400余りの神社が存在します。この中でもユネスコ世界文化遺産として登録された17の遺跡は、日本伝統建築と庭園設計の結晶体と言えます。二条城は徳川幕府の権力象徴で、壁の中で聞こえる鳥の鳴き声のように警告音を出すうぐいす張りの縁側を備えたことで有名です。この建物は政治権力の威厳と同時に、その裏に内在する不安定性を暗示します。一方、金閣寺は元は足利義満の別荘であったが、その息子義政が僧侶として退職し寺院に転換しました。三層の建物は、区層ごとに異なる建築様式を反映しています。一層は書院造り、二層は武家造り、三層は寺の統計式です。全体が金箔で覆われて折子に映った姿はまるで仏国浄土を想起させます。一方銀閣寺の庭園は、銀閣寺と極端な対比をなします。銀閣寺には銀箔をかぶせた建物も、湖に映る華麗な反射もありません。ただ砂丘の高月台と区形の平坦な埴輪円銀座灘だけが存在します。高月台は富士山を象徴し、銀座灘は海を表します。しかしこの庭園は単なる象徴を超え、見る者が想像力を動員するように要求します。砂の上に描かれた波模様は物理的な波ではなく、心の中の流れを刺激する媒体です。これは日本庭園で空間の空が持つ哲学的重要性を示します。空は欠乏ではなく、意味を埋めることができる余地を提供します。もう一つの重要な寺院として龍安寺があります。この寺院の枯山水庭園は、日本庭園美学の頂点と評価されます。15個の岩が21メートル長さ、10メートル幅の空間に配列され、砂利は一定方向に書いて水面のように見えます。庭園は建物の縁側からだけ鑑賞でき、直接入ることができません。この制限は単なる保護措置ではなく、庭園を見る対象ではなく参加する儀式に転換させるための設計です。観覧者は距離感を維持したまま自身の内面と対面し、その過程で自然と人間の関係を再考します。このように京都の庭園は単一のスタイルで統一されません。それぞれの寺院と庭園はその時代の思想、職人の哲学、自然地形の特性を反映します。醍醐寺の深滝庭園は山水庭園の典型で、谷に沿って流れる水流とその周辺に配置された奇岩怪石が自然の流れを強調します。これは人間の手が自然を治めるのではなく、自然のリズムの中に入り調和をなそうとする試みです。一方、東福寺の庭園は現代建築家重松正彦によって再解釈され、区形の緑地帯を建物の間に配置して、庭園を建築の延長線として見る新しい視覚を提示しました。庭園設計の哲学は単なる美的判断を超えて、日本人の世界観と密接につながります。その中心には間という概念があります。間は感激または余白を意味し、事物の間の距離、言わない部分、静止した時間の中の沈黙を含みます。京都の庭園は、の間を空間的に実現します。石と石の間の距離、砂の空いている面積、木の間から見える天の一点、すべてが意図された空です。これは西洋庭園で見られる対象と完成度を追求する美学と根本的に異なります。日本庭園は完成よりも進行中であることを表し、時間の流れとともに変化する流動性を尊重します。また岩庭と呼ばれる枯山水庭園は自然を再現するよりも、自然の本質を抽象化するに目的があります。岩は山であり、砂利は川であり、苔は森です。
しかしこれは現実の縮小版ではなく、自然の精神を内包する媒体です。庭師は単なる造園家ではなく、哲学者であり詩人であり、時に僧侶でもあります。室町時代の千利休は茶道の大家であり同時に庭園に深い理解を持つ人物で、彼の茶庭は単なる茶のみむ空間ではなく、人間と自然、瞬間の美を体験する場所でした。庭園の維持管理も重要な哲学的実践です。これは単なる雑草除去や枝切りではなく、時間の流れの中で自然と対話する行為です。定期的に砂利をかくことはただ視覚的整頓ではなく、心を整える修行です。これは日本伝統で修繕という概念、つまり事物の本来の姿を維持するために継続的に磨く作業と一致します。庭園は一度造成されれば終わるのではなく、毎日の管理の中で継続して進化します。このような庭園哲学は、大建築と都市設計にも影響を与えています。日本の現代作家たちは京都の庭園からインスピレーションを受け、都心の中に小さな自然を創造しようとする試みを繰り返しています。例えば、東京のいくつかの高層ビルの間に造成されたミニマルな庭園は、京都の枯山水庭園を縮小した形態で、忙しい都市人に沈黙と考察の瞬間を提供します。これは京都の庭園哲学が時代を超越して依然生きている証拠です。京都の寺院と庭園は時間が積み重なった層のように、様々な時代の痕跡を内包しています。祇園寺の場合、元は10世紀に建てられた仏教寺院であったが、後世神社に転換し宗教の融合を示します。ここは特に祇園祭で有名で、この祭りは869年伝染病退治を祈願し始めたもので、現在まで続く日本で最も古い祭りの一つです。寺院の建築物は数回の火災で焼失したが、毎回原型に近く復元され伝統の連続性を維持しています。また二年坂と三年坂の路地は、京都の伝統町並みを今日まで保存している稀な空間です。この道に沿って並ぶ街並みは土壁と瓦屋根、木で作られた門が特徴で、これは明治時代以前の生活方式をそのまま保っていることを示します。ここを歩くことは単なる観光を超えて、時間旅行に近い体験を提供します。京都の庭園は、他季節の変化を鋭く反映します。西光寺の秋の紅葉、東山三聖院の春の桜、龍安寺の冬の静寂、醍醐寺の夏の緑蔭、それぞれ異なる時期に同じ庭園が全く異なる感情を刺激します。これは庭園設計者が季節の流れを予測し、その変化を庭園の一部に統合したことを示します。例えば、一条庭園は特定時刻に日が傾くとき、建物の影が庭園の石配列と正確に噛み合うように設計されています。結局京都の庭園は静止的な造形ではなく、動的な哲学的流れです。それは人間の視線を自然に導く同時に、内面の静寂を喚起します。千年の時間の中で、この都市はただ過去の遺物を保存したのではなく、伝統を生きている実践として維持しました。毎朝僧侶たちが庭園を歩き、砂をかき、木を整えるその行為自体が、京都の精神が生きている証拠です。この都市は庭園を通して時間を歩ませ、その中で私たちは日本美学の最も純粋な形態に向き合います。補足台本。そして、京都の庭園設計には、四神相応の思想も深く反映されています。これは古代中国の風水思想で、北に玄武、山、東に清流、川、西に白虎、川、南に朱雀、平野の地形が理想とされました。京都はこの理念に従って設計され、北の山、東の賀茂川、西の桂川、南の平野が都市の基本構造を形成しています。この地形配置は都市計画だけでなく、庭園の景観構成にも影響を与えました。例えば、庭園内に池を設ける場合、その水源や流れの方向は、この四神相応の理念と自然の地形を考慮したものであり、単なる美的配置ではなく、宇宙観と地形との調和を追求した結果です。さらに、京都の庭園は、鑑賞の対象としてだけでなく、精神的な修行の場としても機能しました。僧侶たちは庭園の維持管理、例えば砂を鳴らしたり、苔を育てたりする行為を、単なる作業ではなく、心を整え、現在に集中する瞑想の一部として捉えていました。この日常的な実践は、修繕の概念、つまり事物の本質を維持するための継続的な努力と一致し、庭園を生きている存在として扱う日本の世界観を反映しています。また、庭園内の経路設計は哲学的旅路を象徴しています。散策路は直線ではなく曲線で構成され、人生の不確実性や迂回する知恵を想起させます。橋を渡る行為も、単に水を越える物理的行為ではなく、
世俗と聖なる世界、過去と現在をつなぐ象徴的な儀礼として設計されています。例えば、六音寺の報道池をめぐる散策路は、観覧車が徐々に中心へと導かれ、各地点での眺望が異なるように設計されており、人間が真理を一度に把握できないことを暗示しています。最後に、京都の庭園は、音の空間としても重要な役割を果たします。水が石に落ちる音、風が竹の葉を揺らす音、鳥の鳴き声は、視覚的体験を補完し、感覚的な没入を深めます。金剛宮寺の庭園では人工幕府と貝殻で作られた水受けがあり、水が落ちる時に澄んだ水系の音が響きます。この音は修行者の心を清め、外界の雑音を遮断する役割を持ち、庭園が自然の音を意図的に強調することで、人間の認識を再調整する装置であることを示しています。